こんにちは、アンゴラです。国会でブロックチェーン予測市場の社会活用が議論されました。そこでこの動画では、ブロックチェーン予測市場を分析し、予測市場は競馬、パチンコ、宝くじのような日本の新しいギャンブルになるのかと、暗号資産に与える影響を予想します。予測市場は未来の出来事について参加者がお金をかけて予想する市場のことです。世界初の予測市場は1988年にアメリカのアイオワ大学で誕生しました。予測市場の基本ルールは、チケット1枚あたり当たれば1ドル、外れれば0ドルで生産され、ユーザー同士でチケットを0ドルから1ドルの間で取引します。例えば、次の大統領選で A 氏と B 氏のどちらが勝つかというお題があり、A 氏のチケットが 0.7 ドルで取引されている場合、市場は A 氏が勝利する確率が約 70% と見ていると解釈できます。この時 B 氏のチケットは理論上 0.3 ドルとなり、2つを合わせると1ドルになります。そして実際に A 氏が勝った場合、A 氏のチケットを 0.7 ドルで買ったユーザーの利益は1ドル引く 0.7 ドルイコール 0.3 ドルです。以上が予測市場の基本ルールです。2000年代になると、ブラウザで簡単に操作できるウェブサイト形式の予測市場が次々と誕生しました。代表的なものは、2003年頃にイントレードが政治経済の予測市場としてブレイク。2004年にヘッジストリートが世界初の米規制当局から許可を受けた予測市場としてブレイクしました。そして2018年にブロックチェーンを利用した世界初の分散型予測市場オーガーがオープンしました。その後も数々の分散型予測市場が登場しましたが、あまり流行りませんでした。理由は一般ユーザーが使いづらかったからです。例えば、イーサリアムしか使えなかったり、1回の賭けに数千円のガス代がかかったり、約定まで数分待たされたり、誰でもお題が作れて変なお題が乱立する問題がありました。そして2020年にポリマーケットという分散型予測市場が登場しました。決済通貨はステーブルコイン。ポリゴンのブロックチェーンを採用してユーザーはガス代を気にせずに取引でき、お題は運営がネタを厳選して提供するという使いやすい市場として人気となり、11取引高は300億円前後という分散型予測市場の代表として成長していきました。このような予測市場の拡大を背景に、先日国民民主党の原田議員が国会でブロックチェーン予測市場の社会活用を提案しました。原田議員は予測市場のメリットとして、経済予測や災害のヘッジに活用できる、集合値を可視化できる、世論調査や専門家より正確な予測が多い、胴元がいないためユーザーの損失が減る、取引履歴が公開され不正操作が難しいといった点を挙げました。金融庁の回答は極めて慎重に対応する必要がある、です。日本の法律では偶然の勝敗でお金をかける行為は禁止されていて、海外のオンラインカジノにかけるのも禁止です。しかしギャンブルをすべて禁止にすると闇ギャンブルが横行し治安が悪化してしまうので、国や自治体が関与する公営ギャンブルは例外的に認められています。公営ギャンブルの種類は競馬、競輪、競艇、オートレース、宝くじ、スポーツくじです。これは競馬の売り上げです。過去最高は1997年の4兆円。その後減少傾向に入り、2012年から増加に転じ、2025年は 3.5 兆円。これは競輪の売り上げです。過去最高は1991年の 1.9 兆円。その後減少傾向に入り、2013年から増加に転じ、2025年は 1.5 兆円。
これは協定の売上です。1991年は 2.2 兆円、その後減少傾向に入り、2013年から増加に転じ、過去最高は2024年の 2.5 兆円。日本では競馬が圧倒的に人気なのに、競輪や競艇の売上とそこまで大きく変わらない理由は回転率の違いです。各会場の1日のレース数はあまり変わらないものの、競輪や競艇はモーニングやミッドナイトなど朝から夜まで次々にかけやすい構造になっています。さらに競馬は1レース最大18頭が走るのに対し、競輪は1レース7名、競艇は1レース6艇のため、競馬より当選確率がかなり高いです。レースの回転率が高い中、当たった人が次のレースにかけることも多いため、競輪と競艇も売り上げが高くなっています。これはオートレースの売り上げです。過去最高は1991年の3497億円。2025年は1296億円。これはスポーツくじの売り上げです。過去最高は2025年の1380億円。これは宝くじの売り上げです。過去最高は2005年の 1.1 兆円。減少傾向が続いていて、2024年は7598億円です。これはパチンコの売り上げです。過去最高は2005年の 34.9 兆円。2024年は 16.2 兆円で、ピークの半分以下まで減っています。これは各ギャンブルの還元率、回転率、ライブ感、分析で勝率を上げられる感覚、スマホ完結度を4段階評価した結果です。宝くじの売り上げが減少している主な原因は、還元率と回転率の低さと考えられます。半分以上を胴元が持っていき、分析によって勝率を上げることもできません。スポーツくじも還元率が低く、売り上げはあまり上がっていません。パチンコの人気が低迷している理由として考えられるのは、パチンコは必ず店に行かなければ遊べず、店に行くと騒音、タバコ臭い、勝敗は釘や設定など店のさじ加減次第という不公平感もあるため、若年層の取り込みに失敗していることです。以上から今後生き残っていくギャンブルに必要な要素は、還元率と回転率が高く、分析によって勝率を上げられる感覚があり、スマホでライブ感を味わえることです。予測市場はこれらすべての条件を満たしており、ブロックチェーンを用いた究極のコストカットで還元率 98% も可能です。以上を参考に、予測市場が日本の新しいギャンブルになるのか、暗号資産に与える影響を予想すると、現時点では賭博規制、各省庁が利権と天下り先をがっちり守っている状態。予測市場の胴元の不在という構造的矛盾から、予測市場は公営ギャンブルにならず、それゆえ日本の予測市場が暗号資産市場に与える影響はない。しかし、もし現在の強固な賭博規制や利権構造を誰かが打ち破ることができれば、予測市場は実現し、日本の予測市場は長期的に国内最大の市場規模を誇る公認マーケットへと成長し、競馬、パチンコ、宝くじの売り上げをその圧倒的な合理性で飲み込んでいくことでしょう。これはポリマーケットの年間取引金額です。このペースでいくと2026年は8兆円を軽く超えます。この動画が参考になったらグッドボタンをお願いします。今後も投資判断に役立つ深掘り情報を解説していきます。次回の動画を見逃さないようチャンネル登録をしてください。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。